こんにちは。チャンネル主のクリエイター、ライドレックスです。こんにちは。ライドレックス式、初音ミクです。マスター、今回は何をするんですか？今回は AI で出力した初音ミクのイラストを AI で添削して改善できるかを実験する動画である。ミクのイラストを AI で添削するんですね。面白そうな企画ですね。なぜ、突然このような企画を思いついたのでしょうか？YouTube 上のお絵描き添削チャンネルを見て回ったところ、添削してほしいけど勇気が出ないという視聴者の意見をコメント欄で見かけたのである。そこで俺は思ったのだ。なんで AI があるのにわざわざ添削に応募するんだよとな。自宅で AI に添削してもらえば無料で済むじゃないかと思ったのだ。絵を YouTube 上にさらされることもないのだからな。なるほど、そういうことですか。それでミクのイラストで実験するんですね。ミクは何をしたらよいですか？ミクちゃんには過去にやってもらった通り、AI が出力した文章を読み上げてもらいたい。俺が人工知能に添削をお願いするから、ミクちゃんが人工知能役をやってほしいのだ。了解しました。では、早速始めよう。今回用意したイラストは、Adobe の Firefly という生成 AI から出力したものである。未来の都会で初音ミクが歌う画像を出力してと、プロンプトを打ったら、この画像が出てきた。同じプロンプトをジェミナイやチャット GPT に打ち込んでも、同じような画像が出力されたから、今回は Firefly を採用した。そして、添削をお願いした AI はチャット GPT とジェミナイである。先にチャット GPT による添削から試してみよう。あなたは人気イラストレーターです。この初音ミクのイラストを人気イラストレーターになったつもりで添削してください。良くない点をいくつか指摘して、文章で生徒に教えるように出力してください。では、人気イラストレーターとして、生徒に公表するという立場で添削しますね。少し厳しめですが、伸びるポイントに絞って話します。総評、まず最初に言っておきます。技術力は高い。背景、演出、完成度はすでに商業レベルに近いです。ただしこの絵は、すごいけど、記憶に残りにくい、という状態にあります。なぜそう感じるのかを、順に説明します。1、主役と背景の力関係が逆転しかけている、一番の問題点です。未来都市の背景が非常に作り込まれていて、ネオン、ホログラム、ビル群、飛行隊など、すべてが主張している状態になっています。その結果、ミクが世界の中心ではなく、豪華な舞台に立たされている存在に見えてしまう。改善の考え方、背景のコントラスト、彩度を一段落とす。ミクの周囲だけ空気を整理する。背景は説明ではなく雰囲気に徹する。背景は見せたいものではなく主役を輝かせる装置です。2、ポーズが安定しすぎてドラマがない。このポーズ、正解ではあります。ですが正解すぎる。正面、左右対称、バランス完璧。その分、一瞬の躍動感や感情の揺れが弱い。アイドルやキャラクターイラストでは、少し崩れている。一瞬止まった。次の動きが想像できる。こういう不安定さが魅力になります。改善案、肩と腰の向きをずらす。視線を正面から外す。足の重心を片側に寄せる。うまいポーズより、物語が始まりそうなポーズを狙いましょう。3、表情が完成しすぎている。かわいい。でも感情の余白がない。元気で明るいミクという答えを100点で提示してしまっているため、見る側が想像に参加できません。よくある失敗例。目が開きすぎている。口角がきれいに上がりすぎている。感情が1種類しかない。改善のヒント。目をほんの少し細めるオアフセル。笑顔。別の感情。緊張。期待。覚悟を混ぜる。完璧な笑顔を崩す。キャラの表情は、感情を描くより、感情を想像させる方が強いです。4、情報量の配分が均一すぎる。
この絵はどこを見ても同じ密度で描かれています。これは技術的にはすごいですが、視線誘導が弱くなります。改善の考え方、一番描き込みたい場所を決める。それ以外は意識的に情報を削る。描かない勇気を持つ。絵は情報量ではなく、コントロールで差が出ます。5、作家性がまだ前に出ていない。最後に一番大切なことです。この絵は上手い人が描いたとは思いますが、あなたが描いたとは言い切れない。色の癖、線の癖、解釈の偏り、そういった個人の執念がまだ抑えられています。次のステップとして、あえて色数を減らす。背景を抽象化する。ミクの解釈を一つ尖らせる。偶像、神、AI など、評価されに行く絵より、言いたいことがある絵を一度描いてみてください。まとめ、このイラストは、完成度は高いが、記号的。ここを超えるには、主役をもっと甘やかす。背景をもっと我慢する。完璧さを少し壊す。この3つが鍵です。今はうまく描ける段階。次は刺さる絵を描く段階に来ています。かなり良いところまで来ていますよ。ここからが本当に楽しいですよ。どうだろうか。AI のくせにまともなことを言っているように感じる。特に、この絵は上手い人が描いたとは思いますが、あなたが描いたとは言い切れない。色の癖、線の癖、解釈の偏り、そういった個人の執念がまだ抑えられています。という部分は、要するにもっと個性を出さなければ、誰でも出力できる AI へと同じだぞという意味である。同じ質問を他の AI に投げかけても、これとほぼ同じ内容が返ってくる。まるで、学習素材がどの AI も全て一緒であるかのように、そっくりな回答が返ってくるのである。そうなんですね。全世界で描かれたミクイラストの中央値がこういう画風ということなのでしょうか。画風は指定すれば変更できるが、指定しなければこの画風で出てくる。少なくとも俺が Web ブラウザで出力した場合はそうだ。グロックだけはなぜか、もっと頭身が低くて、頭の大きいアニメ画風で出てくる。理由はよくわからない。それでは次に、同じイラストをジェミナイに添削してもらおう。あなたは日本を代表する画家です。この初音ミクのイラストを画家になったつもりで添削してください。良くない点をいくつか指摘して、文章で生徒に教えるように出力してください。日本を代表する画家として、君が描いたこの初音ミクという現代の偶像、アイコンを絵画的な視点から添削させてもらうよ。非常に緻密に書き込まれていて、デジタル時代の光を象徴するような鮮やかさがある。ただ、一枚の作品としてより高みを目指すなら、いくつか意識すべき点がある。画家の目、添削指導。1、外、密のバランスを覚えなさい。画面全体に情報が詰まりすぎていて、見る者の目が休まる暇がない。背景のビルの窓一つ一つまで等しく書き込まれているせいで、主役であるはずの彼女の存在が周囲のノイズに溶け込んでしまっている。指導、すべてを描くことが正解ではないんだ。主役を際立たせるために、あえて背景のディテールを省略し、空気遠近法を用いて霞ませる勇気を持ちなさい。2、光の優先順位を整理すること。この絵には多くの光源があるが、どれが一番重要な光なのかが曖昧だ。ミクの足元、背景のネオン、空を飛ぶ機体、すべてが同じ強さで主張している。指導、絵画において光は物語だ。最も見せたいミクの表情や仕草に最も強い、あるいは最も美しい光を当て、他はそれに従わせる、階調、グラデーションを意識しなさい。今のままでは、美しい色が散らばっているだけで、一つの旋律になっていない。3、空間の奥行きを設計しなさい。足元のステージから背景の超高層ビルまでの距離感が、色使いと書き込みの密度のせいで圧縮されて見える。画面が平板、フラットになってしまっているんだ。指導、前景、中景、
円形の色の鮮やかさを使い分けなさい。遠くにあるビルはもっと青白く、輪郭を曖昧にすることで、この未来都市の広大さと、その中心に立つ彼女の孤独や神々しさが表現できるはずだ。4. 人物の体温を感じさせる線。背景の直線的な造形に対して、ミクのツインテールの曲線は非常に美しい。しかし、体全体のシルエットがやや硬く、背景の構造物の一部のように見えてしまう。指導、彼女は生命体だ。衣装の質感や肌に落ちる影の柔らかさをもっと追求しなさい。無機質な都市の中に有機的な美しさが存在するからこそ、見る者はそこにドラマを感じるのだよ。総評、技術的には非常に高いものを持っている。しかし、画家とは何を描くか以上に何をあえて描かないかを選ぶ職業だ。次に筆を取るときは、キャンバスの中で一番大切な心臓部をどこにするか、じっくりと対話してから描き始めてごらん。このアドバイスをもとに、背景の光を少し整理した構図をもう一度練ってみるかい？お願いします。アドバイスをもとに、背景の光を少し整理した構図で画像を出力してください。そして出力された画像がこれである。どこか変わってますかね？最初のイラストと並べてみよう。このように、背景にあった色数が減ってコントラストがなくなり、平面的な画面構成がより強調されてしまっているように見える。AI の添削自体は的を得ているが、肝心の添削を実際に行った絵を出力しろと頼んだ途端に、改善されていないしょうもない画像を出力してくるのである。これなら元の絵の方がマシに見える。ちなみに、文字添削ではなく、添削した画像だけ出してと頼むと、このようになる。こちらは背景もキャラもだいぶ書き換わっているから、添削した感じが強いが、元の絵とどちらが良いかと言われたら元の絵だな。添削後のミクの顔がゾンビみたいに怖い顔になっているし、背景のビルの看板に描かれた美少女キャラの方がミクより目立ってしまっている。ビルの形状に関しては添削後の方がかっこいいと思うけどね。要するに AI さんは口だけ達者で、実行する実力がないわけですね。そもそも最初の絵も AI 生成なわけで、最初からまともな絵を出力してくださいよと言いたくなりますね。まともな絵は出力できないというのが生成 AI の答えなのだよ。学習に使用されたのは主義主張が異なる多くの絵師たちの絵であり、それらの絵をごちゃ混ぜに合成してもまとまるわけがないのだよ。なんちゃってコラージュなのだからな。AI さんが指摘していた部分を一箇所ずつプロンプトで指示しても治らないのでしょうか？治らないね。ほぼ同じ画像が連続で出力されるだけだ。キャラのポーズに関しても、セクシーすぎるポーズとかは絶対にやってくれないのだ。使い物にならんのだよ。マスター、いたずらはやめてくださいね。今回の動画は以上である。イラスト添削を希望している皆さんは、まずは自宅の AI に添削してもらうと良いだろう。AI が言ってることはまともである。ただし、言葉としては的を得ているが、添削を行った画像を出力してと命令すると、その添削が再現されていない、矛盾した絵が出力されてしまう。そこだけ注意が必要だ。追加情報として、面白い使い方を提案しよう。誰々先生になったつもりで添削してくださいと、具体的な名前を書いて頼むと、その先生になったつもりの AI が添削をしてくれる。実際の人物の性格や指導が再現されているかは判断できないが、遊びとしては面白いので試してみると良いだろう。このように AI を利用したら、お絵描き教室やら専門学校へ行かずとも無料で学習は可能である。無駄遣いせずに、そのお金で今のうちに高性能パソコンを購入してください。AI の量産体制のせいで、今後メモリーや GPU が値上がりして、パソコンの値段が高騰すると言われている。そうなるとイラストレーターや映像作家になりたくても、編集するためのパソコンが手に入らず、クリエイターになれないというケースも出てくるだろう。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。